東京都知事候補が一般人含めて50人ほどいるそうです。どうせ若者や無名の人が真面目に候補しても、高齢受けの良い有名政治家が勝つから、供託金の300万払って巨大な人口の東京全体に自分の SNS や EC サイトを売名連打して、エロポスターでの案内を積み残してフォロワー稼いだ方が300万も元が取れると思いますが、無名の一般人が300万払って選挙で売名するのはコスパいいですか？捕まるんじゃないですかね。今回いろいろやらかしてる人たちって、その後公職選挙法違反とかで、それなりに逮捕されたりとか、送検されたりすると思うので、なので300万払ってもあんまり意味がなかったよねっていう、損したよねっていう方向になるんじゃないかなというふうに思ってますけど、あと、捕まった方がいいよねっていう、僕なりの願望も結構含んでます。やっぱね、選挙は遊びにしちゃダメですよ。別に法律上書かれてる中で儲かる方法があるんだからそれをやってるだけで問題ないよねっていう風な考え方で多分動いてるんだと思うんですけど、ただ大人同士の社会の中では僕全然遊びをやっていいと思うんですよ。こっちの方が合理的だよねっていうので、じゃあその法律決まってないんだから別にいいじゃんっていうのは僕はありだと思うんですけど、子供とか教育周りはそれやっちゃダメだと思うんですよね。結局例えばじゃあ、法律上でいくと、学校の先生が教科書というか参考書というか授業の時にエロ本を使っても何の問題もないんですよ。法律上ね。でも、それやっちゃダメでしょ。法律上決まってないけど、それやっちゃダメでしょっていうのは、子供の教育においてはあると思うんですよ。で、自由大事だよねとか、個人の個人情報大事だよねとかっていうのって、割と世界中先進国言われてると思うんですけど、子供を守るというのに関していくと、アメリカとかめちゃめちゃガチなんですよね。例えばじゃあネット上で誹謗中傷しましたとかで、警察行って警察から IP アドレスの紹介とかっていうの来るんですけど、アメリカの法律で児童ポルノをアップロードした IP アドレスを一定期間内に聞かれて答えなかったら、その会社を逮捕するし、捜査をするし、捕まえるっていう法律があって、大手の SNS って基本的にはこれチャイルドポルノだよねっていう通報が来ると、自動的に IP を吐き出すっていうシステムを導入してるんですよ。これ法律で決まってるので。っていうぐらい、個人の自由は守らなきゃいけないよねとか、個人情報を守らなきゃいけないよねっていうのはあるんですけど、子供を守るに関していくと、もう全然関係ないんですよ。子供を守るためだったらもうそんな法律なんか関係ねえっていう感じだったりするので、なので僕は日本人ではあるんですけど、アメリカに住んでいたりとか、アメリカの会社をやっていたりとか、ヨーロッパに住んでいたりっていうのがあるので、子供に関して悪影響のあるものというのをありにしてしまうっていう日本の価値観はどうなのかなというふうに思ってしまうんですよね。子供の通学路にエロいものを載せて表現の自由だって言ってる人たちっていうのは、表現の自由とやらはどこから学んだのかなという気はしてしまうんですけど、石丸さんのポスターのやつで、ひろゆきさんの立場だったらどうするんですかっていうので、僕だったら多分ポスター代払って終わりですね。僕は民間人なので、他人に対してどう思われてもどうでもいいんですよ。で、ただ、石丸さんが本気で都知事に受かりたいのであれば、ポスター代を払えという判決が出る状態で、それを払わないというニュースが出続けるという、マイナスの影響を考えると、払う金額70万とかでしょ？ 70 万ぐらい払った方が得ですよ。判決に従わない人だよねというのをニュースでずっと流れ続けるのと、70万払ってそれが止まるんだったら、70万払った方がコスパがいいと思うんですよ。なので僕だったら本当に都知事選勝ちたいんだったら払うんじゃないですか。でも別に都知事選勝つつもりもないっていうのであれば全然いいんじゃないかなと思いますけど。政治家は人格者でなくても国が収まってればいいという考え方を学びましたが、ひろゆきさんは政治家の人格的なことについてはどのように思ってますか？人格的なことについては関係ないと思いますか？はい。僕も人格は関係ない派閥です。ちゃんときちんとそれなりに政治が良くなっていれば。で、ただ、日本の場合というか世界中そうなんですけど、政治家が良いことをしているかどうかって実はほとんど関係なくて、大体実態として景気の浮き沈みというのがあるわけですよ。どの国でも世界的にも。で、景気の浮き沈みでうまいこと景気がいい時に乗ってる政権っていうのは支持率が高いものですよ。で、どんなにいい政治家でどんないい政策やったとしても、景気が悪くなってる時っていうのは支持率が下がって解散になったりとか、政治家として追い出されたりってしがちなんですよ。政治家として実態として何ができるか、政策が超優秀なのか、本人の人格が優れてるのかとは別に、その国の景気で大体決まるんですよね。なので、果たして良い政策とは何なのかっていうのが結構難しいんですよね。日本の場合は政策によって経済、景気が変わるというふうに結構誤解している人が多くて、円安にすればいいじゃんとか、円高にすればいいじゃんとか、金配ればいいじゃんとかってあるんですけど、もう金融政策で何とかできるレベルの話じゃないんですよね。
結局その自動車以外日本の製品で買いたいものっていうのが海外の人は持ってないので、日本のもの買いたいっていう人が来ないので、じゃあ日本円ってどんどん下がるんですよ。でも自動車以外にじゃあウォークマン欲しいですとか、ソニーのそのラジカセ欲しいですとかっていう時代であれば、円が下がるんだったら全然日本のもの買うよってバンバン上がってくっていうので、円はそこまで下がらなかったんですけど、残念ながら今日本のもので買いたいものっていうのを世界の人があまり持ってないっていうのが現状なんですよね。で、ちょうど毎日新聞でニュースがあったんですけど、世界64カ国の地域の通貨の実力を示す指標っていうのを国際決済銀行 BIS っていうのが出してるんですけど、通貨の下落幅でいくと、日本って一番下がってるんですよ。今じゃあ日本のその円が安いよね、ドルが高いよねっていうのが、ドルが利率が高いので、ドルの利率のせいで円が安くなってますという説明でみんな納得しちゃってるんですよ。でも、それだけであれば、円は他の通貨と同じように下がるだけのはずなんですよ。でも、円だけ、米ドルの利率以上に下がってるんですよ。で、それは、米ドルの利率とはまた別の、日本の産業の能力が下がってるというところに付随するマイナス部分なんですよ。日米の金利差というので、これだけ下がります。ドーンって下がって。で、その後に、日本の実力の分でさらに下がってるんですよ。で、他の国は実力はそこまで下がってないので、アメリカとの金利差の部分で下がるんだけど、それ以上は下がんないよねっていうので、一応64カ国の中では残念ながら、日本が低いっていう。なんでってなるんですけど、答えこれです。人口減少。それはね、人口下がってたら売り上げも下がるんだから、優秀な人も減るんだから、それはそうでしょっていうね、すごく当たり前の話なんですけど、詐欺とフライングと外交とがそうで政治に関心を持ちましたが、どういう投票者かどういう目線で見るのがいいと思いますか？ひたすら考えたとしても、考えた通りの候補者が受かるわけではないので、こういう意見を持つ人が増えてるねっていう風なのを社会に見せるぐらいしか多分できることはないんじゃないかなという風に僕は思っているので、なので小池さん以外の人に入れて、小池さん以外の人にもこれだけ票が集まるんだっていう風に見せた方が、そうするとワンチャン俺いけるんじゃねっていう風なので、割とガチめの人も出てくる可能性あると思うんですよね。今回じゃあ蓮舫さんは規定路線だとすると小池さんも当然ですと。なので、それなりに実力と知名度があって、ワンチャン挑戦してやればっていうのに出てきた人っていうのが多分石丸さんぐらいなんですよね。玉上さん毎回挑戦してるので。今回石丸さんレベルだとは勝てないと思うんですけど、じゃあそれがもうちょっと知名度があって優秀な人が出て、この人ならっていう人が、小池さんがじゃあ100万票取りましたってなるとやっぱ強いよねってなるんですけど、80万票でギリギリ受かりましたとかになると、じゃあ次回行ったらいけるかもねみたいな形でなるかもしれないので、なので小池さんの票が少ないというのは、逆に別の新しい人が、じゃあそこ挑戦したいっていう思えるようになるっていう構造にもなるので、なので小池さん以外の人に入れるっていう方がいいんじゃないかなと思います。ただ、とはいえ小池さんが受かるは変わらないと思うんですけど、はい、将来に対する布石というのがどういう意味になるのかっていうので、布石をするという、あくまで今回がどうこうとかじゃなくて、長期的に未来がどうかっていう。で、基本的に毎回出続けて負けてる人って、受かりようないと思うんですよね。めちゃめちゃイケメンになるとか、めちゃめちゃ人格が変わるとかがない限り、過去投票してくれた人とプラスアルファで、投票数が 10% 増える、20% 増えるぐらいはいくと思うんですけど、投票が倍になるって相当な実績を積まないとないと思うんですよ。例えばじゃあ都知事選出ました。で、その4年間の間に全然違う実績で上場企業を作りました。めちゃめちゃ大金持ちになりましたとか、トランプ大統領とマブダチになりましたとかになったら、こいつすげえってなると思うんですけど、人間って4年ぐらいじゃあんまり変わんないんですよ。で、そうすると、前回じゃあ何万票ぐらいの人が今回出たとしても何万票だよねっていうので、やっぱり勝てないよねっていうのは、そんなに変わらないと思うんですよね。なので、勝つ気がなくて出てるっていう人はいると思うんですけど、コメントでもちょこちょこあると思うんですけど、桜井さんずっと出続けてるんですけど、やっぱ勝ちようないっすよね。玉上さんみたいな党首討論会みたいなので、記者クラブがやった出馬会見も4人だったんですよ。4人に割り込めればまだ可能性はあるんですけど、残念ながらそれなりな政治家として出馬する前の実績っていうのがないので、玉上さんは航空幕僚長っていうのがありますっていうので、自衛隊員とはいえ行政でのそれなりに10万人ぐらい部下がいるという組織のトップをやったことはありますと。石丸さんは秋田方市の市長になりましたとかがあったりするので、じゃあこの人はなんとかなるかもしれないなっていうのになると思うので、桜井さんが本当に知事になりたいのであれば、東京都知事になりたいのであれば、まずもっと別の地方議会の議員とか、別の市町村の知事だったり、村長だったり、市長だったりっていうのを一回挟んで、そこから東京都知事になる方が、まだ可能性は上がるんじゃないかなと思いますけどね。なので、都知事選に出続けてる限りは、同じことをやってる人が同じことを言い続けて、票がいきなり増えるというのはなかなかないんじゃないかなと思いますけど。元 AV 男優の久保田さんが東京都知事選挙に出場しますが、応援演説に行ってください。嫌です。回らない寿司をおごります。嫌です。
いやー、だからなんだろうね。選挙はお祭りだから面白ければいいじゃんというのは、それはそれで一つの見解ではあると思うんですけど、ただ少なくとも NHK 党で出馬した政治家にうちの家族が脅迫をされているんですよ。で、それが良くないことだよねというふうに NHK 党としては言ってないんですよね。なので、うちの家族を脅迫するようなことを是とするような団体の手伝いをするというのは僕はないと思います。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。